こんにちは、たかしです。それではポンド円とドル円の週明けの相場の見通しをやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。先週金曜日、木曜日と強く下落をしてきておりますので、今までの上昇が一手こいになってますよね。こういう動きになってきております。ただし下落が急激ですので、一旦は月曜日反発の上昇を待ちたいところですね。こういう動き。今急激に下落してきたので反発の上昇を待って、そこからの再下落という、こんな動き方をイメージしておくといいと思います。基本的には今強く下落してきてますので、戻り売りですね。上がったところから売っていく。そして金曜日の安値を下抜けてこれるかどうかっていうところを見ておいてください。ストキャスティクスもまだ下げ余地がありますので、基本的にはまだ下がっていくと考えておくのがいいですね。もし上昇してきても、日足の GMMA がここにありますので、こういう動き方を想定しておいてください。上昇しても192円付近かなというところですね。では4時間足です。先ほど言っていた192円っていうのがここになるんですが、ちょうどこのあたり、今4時間足の GMMA がだんだんとこう下がってきているところですよね。となると、もしここから上昇して192円まで上昇したとしても、再び4時間足の下落でこういう動きを想定しておくといいと思います。ただそれまでにここに水平線もありますので、ここからのこういった下落ですね。そして金曜日のこの安値付近、ここですね。189円付近を下回ってくるとさらにもう一段安っていうところが考えられますので、そうすると187円ぐらいまで、この白い水平線付近までの下落になってくると思います。では最後に1時間足です。1時間足も下落トレンド中ですよね。GMMA の青帯下向きですので、今はどの時間軸も下落優位になっておりますので、押し目買いじゃなく戻り売りで考えていってください。ここに書いてますが、先ほど言ったオレンジの水平線、この辺とかこの辺ですね。このあたりからの戻り売り、そして金曜日の安値を下抜けてからの下落を考えておくといいと思います。もちろん金曜日の安値付近まで下がってくると、一旦の反発の可能性はありますが、基本的には今下落トレンド中ですので、もしここからこう下がってきて、金曜日の安値で一旦反発しても、こういう動きを想定しておいてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も大きく下落してきているんですね。以前から言っているようにこういう下落からここは調整の上昇ですよっていう話をしておりました。そこからこういうイメージという話はしていたと思いますが、ちょうどイメージ通りに下落してきてます。ただこの白い水平線過去の安値になるんですが、今その辺付近で下げ止まっている感もありますので、一旦の反発の上昇ですね。GMMA の青帯がこんな感じで動いてきますので、そのあたりまで戻してからの再下落という、そういう動き方をイメージしておくと分かりやすいと思います。では4時間足です。4時間足の GMMA との乖離がありますので、まずはそれを一旦埋めに行くような動き、こういう動きを想定しておいてください。なのでちょうどこのオレンジの水平線 148.2 付近、ここですね。このあたり、そして金曜日のこの最後止まっているところですね。最後終わったところ、そこが 147.4 付近、ここですね。ですので、ここからこのまま下落していくのか、もう一段上昇してから下落していくのかっていうところを見ておくといいと思います。ストキャスティクスもうちょっと上げる余地がありますので、ストキャスティクスがもうちょっと上昇するってことは、GMMA 付近まで一度戻してからのこういう下落の可能性が高いのかなと思います。もし上昇方向をイメージされる方は、4時間足の GMMA を上抜けてからの方がいいですね。こういう動き方を想定しておいてください。ここまで上げるってことも考えにくいんですが、もし4時間足の GMMA を上抜けてくれば、そこからは押し目買いで検討できるという、そういう考え方です。では1時間足です。1時間足も分かりやすいですね。直近のこの高値、先ほど言った 147.4 付近からの下落、もう一段上昇すると148円付近からの下落が考えられます。そしてこの赤い水平線、148.7 付近を上抜けてくると、ここからは上昇方向に動きやすくなると思いますので、逆に言えば 148.7 付近までは戻り売りで考えておくのが分かりやすいです。そしてこちらもポンド円と同様、金曜日の安値付近まで下がってくると一旦の反発上昇が考えられますが、基本的に現在のこの上昇っていうのは、ここ直近木曜日から金曜日に急落してますので、それに対する調整の上昇と思っておいてください。ですので上がったところから売っていく。それは先ほど言ったこのラインですね。148.7 付近を明確に上抜けるまでは戻り売りでついていくのがいいと思います。それでは以上です。現在使用しているのがトレーディングビューというチャートですが、大変使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は概要欄の URL から無料登録をしてみてください。有料プランもありますが、基本的には無料で全然利用できます。
そしてノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、そして週末のスキルアップ動画で FX スキルを一緒に上げていきましょう。朝一の相場分析はかなり内容の濃いものとなっておりますので、そちらを視聴していただくだけでも FX の知識はどんどんついていきますので、まだ FX を始めたばかりで全然知識がないという方、なんとなくやっていたけれども、基本からもう一度学びたいという方は、ぜひノートメンバーシップをご利用ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。